西暦2664年。ここは地球移民性枝星です。源頭は空にそびえ立っています。彼は行き場を利用して元の水星マーラを捕獲した。衛星として枝のためにエネルギーを送り続けています。塔の上にあります。科学研究者たちが忙しくしています。最初のバックトラックが成功してから、ハイカーダーは世界のあちこちに時空位を建設して、中には反転時間エンジンが設置されています。しかし時空位は深刻な結果をもたらしました。放射能はますます深刻になり、放射線を受けた人類は変異した。人々はそれを何もできません。当時の最高経営責任者だったカールはこの災難を救うために、2回目のバックトラックを実行することにしました。2回目のバックトラックは、つまり枝の文明の転換点です。最盛期から衰退へと向かう事件、大災害変化。私はふーちゃんです。今回は枝大災害時期のシナリオ解読をもたらしました。好きな友達を3連応援してください。紀元2547年。遠望号は変異体と一緒に帰する。生き残った植民地者が間に来た。植民地者。地球に倣って旧連邦システムを構築し始めました。科学技術がもたらしたのは生産性の進歩です。文明を再構築するには地球のように進化する必要はありません。一歩一歩です。鉄鋼都市が一つずつ建てられた。アナツを中心に、アイダ星全体が急速に建設されています。人々は第二地球の喜びに浸っている。でも彼らは忘れているようだ。アイダ星が第二地球だから、知的生命が生まれるかもしれません。これらの原住民はまたどこへ行きましたか？時は慌ただしく過ぎた。時は西暦2653年に来た。枝当局は水星マラを発見した。エネルギーが豊富に含まれていることが分かりました。オプティマスは幻の塔を建設することにしました。マーラがアイダ星の衛星を捕獲して建設が早い。西暦2659年、幻の塔が完成する。人類はエネルギーとして原エネルギーを使用し始めたが、原エネルギーは精錬の面で顕著な効果があった。精錬した各種合金。基地の材料よりも頑丈です。武器も合金鋳造を利用し始めました。本来の力を併用して威力を高める。これは武器革命とも言える。この時ハガドはすでに存在していました。しかし世間には知られていません。彼らは最高の研究者たちで構成されています。この時、カールは最高経営者だ。エヴァンスはプロジェクトの責任者です。主任はクランツです。部下の研究者。ヘンリー博士が言う。クラリルと彼の恋人のルーン。彼らは時空の安定性への影響を発見しました。簡単に言えば時空を遡って、時間の一つの濃度から別の濃度に戻ります。すぐに最初の時空遡りに成功しました。カール最高経営者はこの時代端で急進的な考えを提案しました。時空の構造を変えることができる以上、元のタイムラインから飛び出すかもしれません。タイムラインに現れるどの濃度も、今、束縛もない。最終的には永遠に達成できます。そのためには実験にボランティアが必要です。しかしヘンリー博士はリスク評価を行いました。カールの提案を断った。結局カールは諦めなかった。ヘンリー博士を説得してクラリエルに隠してルーンを見つけた。彼に実験に参加するように説得する。実験は失敗に終わった。ルーンは時間の乱流の中に消えた。クラリエルも恋人の行方不明でハイガルドを離れた。もちろんです。これはただのエピソードです。最初のバックトラック実験が成功した後、ハイガルドは多くの時間移動を立てました。反転時間エンジンが設置されています。これは2回目のバックトラックの準備です。しかし原エネルギーの大量使用は深刻な原エネルギー放射をもたらし、以下大面積の出現により、最終的に事態は暴走した。カールは2回目のバックトラックを実行して危機を救うことにしましたが、今回のバックトラックは問題ありませんでした。しかしハガドの内部に裏切り者が現れた。実験では、誰かがパラメーターを改ざんしてアナツ大陸が全体的に剥離されました。この裏切り者は枝の子の男だ。実はアイダの子でも、ハイガルドも早く出てきました。彼らはずっと物陰で活動し始めた。大災害の後、海魚食はヤトマクの前についた。抑制器を開発し、世界を救う神となり、枝の子も立ち上がった。本来は全ての張本人だと主張した。元能を消滅させ、元能のない過去に戻らなければならない。現在の事件は少し混乱している。赤は全体的に剥離された。でもいつまでも知らないことはできる。ハイガルドの人権者とクライエル博士だけです。シャゾーもサリーも子供から育った。これは彼らが不老な能力を持っていないことを示している。アナツの他の場所の説明。地元の人間が老化していることもわかります。次は、
2回目のバックトラックの現場にいた人だけがフロー能力を獲得した。では、ハイガルドを離れたクラレル。どうしてフロー能力もあるんですか？賢者は枝の個陣営にいる。なぜ彼も年を取らないのですか？賢者がパラメーターを改ざんしたのですか？クラリエルが行って戻ったのは何のためですか？最後に現在の年代についてお話しします。私たちがよく聞く話は50年前だからです。今私たちがいる時間は2714年です。主役がシャゾに救われたのは2712年でした。この時間はビラの参照に入る時になります。今期はこれで終わりにしましょう。次回は最近のベラについて話しましょう。風に注目して違う幻の塔を体験します。